彼女たちが歌や物語に登場するのは稀である。詩人たちは兵士の力と戦争の業績を称える。だが看護婦人たち、そして遠き星のもとに眠る女性たちの栄誉を称える者はわずかしかいない。ベラブリテン。星々がきらめく時惑星の地に僕は逃げるようにやってきた。病院の終わりなき錬金、耳をつんざくアラームの音、絶え間ない要求。それら全てから逃れるために僕の心は疲れ切っており、カンボイ服を脱ぎ捨ててこの星にやってきたのだ。今度こそもう戻れないかもしれない。聞いてる？でもそれでいいのかも。うるせえな。ハウさんこんにちは。葵ちゃん。いやー、こんなところで会うなんて偶然だな。僕は100年ぐらいぶりの長期休暇でここに来てるんです。葵ちゃんの看護はしませんよ。そうだ。話を聞け。ハウちゃん、葵ちゃんとゲーム実況しましょ。絶対また過酷なゲームなんでしょ。どうも皆行きませんよさんこんにちは。野戦病院指揮官の葵ちゃんです。これからもうダメだ。すべての戦いに終止符を打つはずだった戦いは20世紀最大の人類の大惨事の一つとなった。紛争統治国の医療部隊は人道的支援を行おうとした数少ない集団の一つだ。これから体験するのはこうした活動に対する我々の理想像であり、世界史上のあらゆる戦場における全ての医療従事者への賛辞でもある。彼らの勇気ある行動に敬意を。ブレイプラムスタジオ制作。愛する息子よ。私が前線に行くこと、そしてお前を失うことになった出来事を私は食い止めることができなかった。私がどれほど心を痛めているか想像もつくまい。お前の死によって私は自分の存在意義を失ったのだ。何冗談か何かだろう。だが運命はお前の仲間や他の多くの人たちを救えるかもしれない場所に私を放り出してくれた。ブレイブラムスタジオ製野戦病院マネージメントゲームウォーホスピタルのプレイをします。看護師の梅晴ハーです。よりによってこんなゲームを。先日リリースされたばかりでほぼ初見プレイですが、頑張ってプレイしていきましょう。お疲れ様です。グリッシングと申します。当病院の医師長です。正直申し上げて、我々は将校以上の地位の者が現状を支援してくださることを期待していました。軍属は今にも我々の前線を突破しようとしているのですから。医師長、言葉に気をつけろ。この方は新しい指揮官だぞ。長官殿、あなたのような経験豊富な方が我々の力になってくださるとは光栄です。ロンドンでのご活躍は今でも覚えています。プラビン・クマール、工兵長です。何か必要なことがあればお申し付けください。ヘンリー・ウェルズ少佐です。ご存知の通り、私はこの病院の管理を命じられました。私に対する個人的な印象に関係なく、職務を全うしてくださると信じています。僭越ながら、すでに負傷者救護所で待機している負傷者がいます。彼を先に治療してはいかがでしょうか。そうだな。これ以上待たせてはならない。まず、彼の処置を決定しなければなりません。彼のファイルは、すでに傷病者救護所に用意されています。役も揺れしてますね。負傷者救護所のことです。UI 要素になる用語は統一してほしいですね。用語集とか共有しないんでしょうか。患者カードを医師カードの右にドラッグして割り当てます。お見事です。決定が下されました。患者の手術を始められます。次に割り当てタブから衛生兵を負傷者救護所に配置しまして。これはチュートリアルですか？はい、これはチュートリアルです。英語の教科書か。チュートリアルの文章で配置となっているのが UI では割り当てタブとなっているのでご注意。これで患者が運ばれて手術が始まるようですね。一応、患者のプロフィールを見ることができます。メイソン・ロブソン、一等軍曹、第一歩兵師団所属、32歳でベルギーのエノー出身、元英語教師。衛生兵がロブソンさんを手術療棟へ運んでいきますね。ところで、ここはどこなんですか？1918年6月6日の西部戦線、おそらくマルヌ川周辺です。さっき市長がフン族とか言ってましたけど。あれはドイツ人のことですね。いきなり侮辱ですか？
ドイツ皇帝が義和団の乱の際に演説で敵に対して奮族のように容赦するなと将兵に命じたことがありました。おかげで第一次大戦においてドイツ人は奮族呼ばわりされたんですね。うっかり自称したのを利用されちゃいましたか。ロシアとの単独講和に成功していたドイツは3月に春季攻勢を開始、6月にはパリまで 60km 近くまで到達しました。ですが、長官殿、残念ですが、患者は手術中に死亡しました。なぜだ、ミスか見落としか。いいえ、運が悪かっただけです。患者は手術に耐えられないほど弱っており、他にできることは何もありませんでした。もっと良い設備があれば何かできたかもしれませんが、すべての人間を救えないのが悲しい現実です。分かっている。では彼の遺体を埋葬する準備をしよう。本部の指示では全ての死亡者はその場に埋葬されることになっている。残念だが搬送するには遺体が多すぎる。着任して最初の患者が。これは警告ですね。こういうゲームだっていう警告です。それは買う前にわかると思いますが、それにゲームだけではないです。ゲームを通じて現実世界の厳しさを警告しています。墓地に衛生兵を割り当てて遺体を埋葬します。手術用品が尽きているので鉄道駅で注文します。外科用品のことですね。注文には軍用種票、軍票、要はお金が必要になります。無限のレンドリース品が送りつけられてくるんじゃないんですか。残念ながらリソースは逼迫しています。購入すると高いので薬局を建設し公兵を割り当てて生産します。方法で生産した方が早いと思いますが、新たに患者が運び込まれてきました。難しい患者ではなさそうですね。手術イベントが発生しました。画面上側のアイコンをクリックして対処します。患者が自己免疫力で感染を食い止めることができたようです。傷口を塞ぐだけで十分回復するはずです。塞ぐだけを選べば外科用品を節約できるみたいですね。じゃあそれで手術成功した患者はリハビリセンターで回復させる必要があります。看護師を割り当ててリハビリを進めましょう。チュートリアル復習用の患者が何人も送られてきました。言い方。医師を連続で働かせまくると卒倒してしまうので休憩カードを挿入します。看護師も休憩させてあげて。最初の一人を除き今のところ全員救えています。素晴らしい。患者拒否。先ほどほぼ初見と言いましたが、一応1時間ほどプレイしてからやり直しています。この場面をやったんですが、患者をトリアージすることをチュートリアルが要求してくるんですよね。野戦病院を扱うゲームならトリアージは必須でしょうが、チュートリアルで練習にこの人の治療を拒否してみようと言われると動揺する方もいるかもしれませんね。とはいえ、簡単には救えないようになっているはずです。では、この患者のカードは拒否ホルダに入れましょう。長官殿、本部からの連絡です。防衛線が破られました。多数の死傷者が出ています。第36師団も撤退しています。なんと、最悪の知らせだ。ああ、また連中が大勢来るのか。在庫を確認しておこう。なんか負けてます。史実だとドイツ軍の進撃を止めたはずなんですが。病院はどうする？避難させるのか？いいえ、本部からそのような命令は出ていません。それどころか他の命令すらありませんでした。見捨てろ。何ですかこれ。患者をトリアージしない限り猛烈な勢いでチュートリアルのダイアログが拒否を促してきます。イベント会話も中断されます。ボイスの再生は止めないでほしいですね。一人の医師に大量の患者が。外科医を一人注文しましたが、到着までしばらくかかります。お願いだ。助けてくれ。しょうがないですね。葵ちゃん、次回以降も実況を続けてください。おお。次はやりませんからね。このゲームだけです。ハウさんありがとう。今シリーズだけですからね。ハウちゃん優しい。話聞いてますか？ブレイプラムスタジオ。帝国戦争博物館協力。戦争は死なくして存在し得ない営みである。エミール・ゾラ。明るい日中に予測可能な日常生活の中では誓いや約束を守ることはいつも簡単です。でも暗闇が訪れた時、あなたの決断を導くのは生き残るための本能だけです。
かりませんでした。この年の匂いは常にあなたを裁く友人です。あなた自身が苦しむことで、その決して完全には正しくありえない決断を償うことはできるのでしょうか。続く。